朝、スマートスピーカーに話しかけて照明をつける。玄関のセンサーが人を検知してスマートフォンに通知が届く。リビングの空気清浄機が自動で稼働を始める。こうした製品の中に共通して使われている部品があります。それは ESP32。Wi-Fi と Bluetooth を内蔵した爪の先ほどの小さなマイコンチップです。価格は$3、日本円にして約460円。この$3のチップが2023年までに累計10億個売れました。個人の電子工作から大企業のスマート家電、産業機器まで ESP32 は事実上 IoT 開発におけるスタンダードになっています。なぜたった$3のチップがここまで広がったのか。今回の主役はとあるシンガポール人のエンジニア。彼が中国上海で始めた小さな会社の物語を紐解いていきましょう。2008年4月、中国上海の長源ハイテクパーク。テオ・スイアンはこの場所でエスプレッシフシステムズを立ち上げました。共同創業者はいません。資金も限られていました。テオはシンガポール国立大学で電気工学の修士号を取得した半導体エンジニアです。2000年から2008年までの8年間、米国のトランスリカとマーベルセミコンダクター、そして中国のモンタージテクノロジーで Bluetooth や Wi-Fi チップの設計に携わってきました。最初の職場トランスリカでの経験がテオの経営スタイルに大きな影響を与えています。入社して2日目か3日目、会議に入るとチームが生産遅延の問題をオープンに議論していたそうです。透明性のあるコミュニケーションがあることで全員が問題の深刻度を把握し効果的に解決できる。この体験が後にエスプレッシフのフラットな組織文化の原点となります。テオはシンガポール教育省のインタビューで少年時代をこう振り返っています。友人がテレビゲームで遊んでいた頃、12歳のテオ少年はゲームがどうプログラムされているのかを調べていたそうです。家のコンピューターをいじり、物を分解しては組み立て直す。マニュアルを読めば理解できた。それは生まれ持ったものだったと語っています。その好奇心が半導体エンジニアとしてのキャリアにつながりました。特にモンタージュテクノロジーでのエンジニアリングディレクターとしての実績は後に決定的な意味を持ちます。テオが立ち上げたエスプレッシフシステムズは創業直後に典型的なスタートアップの壁に直面しました。発注するチップの数量が少ないため、半導体の製造工場から製造を断られ続けたのです。半導体の製造には巨大な設備が必要で、製造を専門に請け負うファウンドリと呼ばれる企業に委託します。小さなスタートアップが相手にされないのは珍しいことではありません。しかし、世界最大手のファウンドリである TSMC がエスプレッシフにチャンスを与えます。なぜか。テオの前職、モンタージュテクノロジーはメモリインターフェースチップを開発するファブレス半導体企業で、チップの製造を TSMC に委託していました。つまり TSMC は顧客企業のエンジニアリングディレクターとして3年以上にわたりチップ設計を指揮してきたテオの仕事を製造側の立場から直接見ていたのです。納品されてくる設計の品質がテオの能力を証明していました。この関係が後の成功の基盤となります。テオには明確なビジョンがありました。すべてのものが最終的にインターネットに接続される。2008年当時、IoT、つまり物のインターネットという言葉はまだ一般的ではありませんでした。しかし彼はその未来を確信していたのです。エスプレッシフの最初の製品は2013年6月に発売された ESP8089 でした。タブレットやセットトップボックス向けの Wi-Fi チップです。しかしこの製品は大きな話題にはなりませんでした。転機は2014年 ESP8266 の登場です。当初 ESP8266 は中国市場向けの Wi-Fi モジュールとして静かに発売されました。サードパーティーメーカーの AI シンカーが ESP01 というモジュールに仕立て、わずか8本のピンで
外部のマイコンに Wi-Fi 機能を追加できる製品として売り出しています。英語のドキュメントはほとんどありませんでした。しかし2014年8月、英語圏の電子工作コミュニティが5ドルの Wi-Fi モジュールの存在に気づきます。中国語のデータシートを有志が翻訳し、独自のフォーラムが立ち上がり、わずか数週間でアルデュイノと接続するためのチュートリアルが公開されました。3ドルから5ドルで Wi-Fi 接続機能を手に入れられる。この価格が世界中のメーカーを熱狂させたのです。テオは後にこう語っています。私たちは One Laptop per Child 運動とフルーガルエンジニアリングの概念に影響を受けました。One Laptop per Child とは MIT メディアラボの創設者ニコラス・ネグロポンテが2005年に始めたプロジェクトです。発展途上国の子どもたちに1台100ドル以下の教育用ノート PC を届けるという構想でした。フルーガルエンジニアリングはインドで発展した設計思想です。限られた資源の中で不要な機能を削ぎ落とし、本質的に必要な機能だけを残す。高価な部品や複雑な設計に頼るのではなく、創意工夫で低コストと高い価値を両立させる制約の中のイノベーションです。テオはこの思想を半導体設計に持ち込みました。つまり高価な外付け部品に頼らず、必要な機能をすべて一つのチップに詰め込んだ、安くて小さく、それでいて十分な性能を持つ Wi-Fi チップを作る。それが ESP8266 の設計思想です。彼の指揮のもと、エスプレッシフは Wi-Fi モジュールの部品数を100個以上からわずか7個に削減しました。アンテナ以外の無線周波数コンポーネントをすべてチップの中に統合する。Wi-Fi 業界で前例のないアプローチです。抵抗器、コンデンサ、インダクタ、スイッチ、電源管理チップ。こうした追加部品が大幅になくなったことでコストは劇的に下がりました。ESP8266 の価格は3ドル未満。当時 Wi-Fi 機能を持つチップとしては破格の安さです。2014年8月、電子工作の情報サイトハッカデイが5ドルの新型 Wi-Fi モジュールとして紹介したのをきっかけに、英語圏のメーカーコミュニティに一気に広まりました。当初、中国語のデータシートを有志が翻訳する形でコミュニティが立ち上がっています。ドキュメントの不足すらメーカーたちの好奇心をやめることはできなかったのです。調査会社ガートナーは ESP8266 をクールベンダーに選出し、切手サイズの無線コンピューターを実現し、低コストな IoT アプリケーションの新しい領域を開拓したと評価しました。しかし ESP8266 には限界がありました。プロセッサのコアは一つだけ、Bluetooth には非対応、セキュリティ機能も脆弱、より高度な IoT アプリケーションには力不足で、次の一手が求められていました。2016年9月、エスプレッシフは ESP32 を発表しました。ESP8266 のすべての弱点に正面から答えを出すチップです。プロセッサは2つのコアを搭載、最大 240MHz で動作します。Wi-Fi に加えて Bluetooth 4.2 にも対応。メモリも大幅に増強され、セキュリティ機能はハードウェアレベルで暗号化をサポートしています。当時の競合を振り返ると ESP32 の価格破壊ぶりが際立ちます。Wi-Fi と Bluetooth の両方を搭載したマイコンモジュールは他にもありましたが、多くは10ドルから20ドル以上。しかもシングルコアが主流で、デュアルコアは珍しい構成でした。注目すべきは価格です。これだけの機能を搭載して、ベアチップで約 2.8 ドル、モジュールで約4ドル。ESP8266 の時と同じ3ドル台を維持しました。デュアルコアの意味をもう少し具体的に説明します。ESP8266 はコアが1つだけだったので、Wi-Fi 通信をしている間、他の処理が止まることがありました。ESP32 では、一方のコアが Wi-Fi 通信を担当し、もう一方がアプリケーションの処理を同時にこなせます。料理に例えるなら、シェフが1人から2人に増えたようなものです。Bluetooth 対応により、スマートフォンとの直接接続も可能になりました。
豊富な入出力端子で複雑なセンサーネットワークの構築にも対応できます。発表直後からメーカーコミュニティの反応は即座でした。電子工作系のメディアやフォーラムが次々と ESP32 を取り上げ、開発者たちの期待が一気に高まります。なぜ Wi-Fi だけでなく Bluetooth も一つのチップに統合したのか。テオはこう説明しています。IoT は急速に成長する断片化した多面的なアプリケーションの集合体です。Wi-Fi と Bluetooth の組み合わせが最も幅広いユースケースに対応する最良のユーザー体験を提供します。この判断が ESP32 を Wi-Fi 専用チップの延長ではなく IoT の万能プラットフォームへと押し上げました。しかし、ハードウェアの性能だけではここまでの普及は説明できません。ESP32 を特別な存在にしたのはテオの経営哲学が生み出したエコシステムでした。エスプレッシフはチップのリリースと同時に公式開発フレームワーク ESP-IDF を無料で提供しました。完全なネットワーク通信機能、セキュリティ機能、ネットワーク経由のアップデート機能、100以上のサンプルプロジェクト、すべてオープンソースで Apache 2.0 ライセンスのもと公開されています。さらに重要だったのが Arduino プラットフォームへの対応です。エスプレッシフ自身がメンテナンスする公式の Arduino ESP32 コアにより、世界中の膨大な Arduino ユーザーが慣れ親しんだ環境で ESP32 を使えるようになりました。加えてマイクロ Python への公式対応もプログラミング初心者の参入障壁を下げています。テオはこの戦略を B2D2B モデルと呼んでいます。B2D2B とはビジネス to ディベロッパー to ビジネスという意味です。まず開発者を顧客として引きつける。開発者が ESP32 で製品やソリューションを作る。その成功がエスプレッシフの評判を高め、さらに多くの開発者や企業が集まる。少数のビジネスチームで大量の開発者をサポートしながら研究開発に集中できる仕組みです。成果は数字に現れています。2025年第1四半期時点で GitHub には ESP32 と ESP8266 を使ったプロジェクトが14万1000以上存在します。開発者が執筆した技術書籍は200冊以上、10以上の言語で出版されています。テオは半導体業界の専門メディア EDN のインタビューでこう述べています。私たちは組み込みソフトウェアエンジニアではないプログラマーにも使いやすい技術を目指しています。この言葉通り ESP32 は幅広いエンジニアの支持を受けるようになったのです。2017年、中国の大手エレクトロニクス企業シャオミが ESP32 ベースの開発ボードやモジュール SDK を発表しました。当時シャオミの IoT プラットフォームは8500万台の接続デバイスを擁していました。シャオミの IoT 事業部門テクニカルディレクターチャンヤンルは、優れたコストパフォーマンスは常にシャオミの最優先事項であり、それこそがエスプレッシフが提供するものだと述べています。2018年には Amazon フリーロスのサポートが発表され、 ESP32 開発ボードが正式認定されました。2019年には Google クラウド IoT のローンチパートナーにも選ばれています。AWS や Google の公式認定は ESP32 にとって決定的な転機でした。それまで趣味のプロジェクト向けチップという印象もあった ESP32 が商用製品の開発にも採用しやすくなったからです。企業のエンジニアが稟議書を書くとき、AWS の公式認定デバイスですと書けるかどうかは大きな違いです。個人の趣味プロジェクトから世界的大企業の商用製品まで、ESP32 の適用範囲は急速に広がっていきました。ESP32 の成功はエスプレッシフに新たな問いを突きつけました。すべての用途に対応する万能チップを作るのか、それとも用途別に特化した製品を展開するのか。テオは後者を選びます。2019年以降、適材適所の思想で多様なニーズに応える製品ファミリーを構築していきました。2019年7月の ESP32S2 は
一見すると交代に見えるチップでした。コアは1つだけ、Wi-Fi のみ対応で Bluetooth は非搭載。しかしこの引き算の設計には明確な意図がありました。Bluetooth が不要なセキュア Wi-Fi デバイスや産業用制御では余分な機能はコストとセキュリティリスクを増やすだけです。代わりに ESP32 シリーズ初のネイティブ USB を搭載し、PC との接続を格段に簡単にしました。そして2020年11月、エスプレッシフは大胆な決断を発表します。ESP32C3、エスプレッシフ初の RISC-V チップです。RISC-V とはオープンソースで開発された新しい CPU 設計の規格です。2010年にカリフォルニア大学バークレー校で研究プロジェクトとして始まり、誰でも無料で使える CPU 設計の共通言語として急速に広がりました。それまでエスプレッシフが使っていた10シリカの CPU コアにはライセンス料がかかりましたが、RISC-V にはそれがありません。自由にカスタマイズもできます。これは単なるコスト削減の話ではありません。CPU の設計規格がオープンソースであることは、特定の企業に依存しないことを意味します。地策的リスクが高まる半導体業界において、サプライチェーンの自律性を確保できる点も、テオの判断を後押ししたと考えられます。RISC-V の実力を証明したのが、2022年に登場した ESP32C2 です。半導体不足の最中に開発されたこのチップについてテオは、最も重要な目標の一つはシリコン面積とフラッシュサイズの要件を削減することでしたと語っています。RISC-V アーキテクチャを採用した結果、4×4mm という極小パッケージに収まり、さらに RF 性能まで向上するという副産物も生まれました。ライセンス料不要、カスタマイズ自由、そしてシリコン面積の削減。RISC-V の特徴は技術の民主化というテオの理念と完全に一致していました。2022年3月までにエスプレッシフは新規チップすべてを RISC-V アーキテクチャへ移行すると表明します。この時期、制約の中から生まれたチップもありました。2022年4月の ESP32C2 はコロナ禍の上海でロックダウン期間中に考案されたチップです。世界が半導体不足に苦しむ中、エスプレッシフのエンジニアたちはコストとチップの面積を極限まで削減した新チップをロックダウンの中で設計しました。2021年8月の ESP32H2 は Wi-Fi を搭載しませんでした。スレッドやジグビーのセンサーでは Wi-Fi は不要だからです。4mm×4mm の小型パッケージに必要な機能だけを詰め込むLess is moreを体現したチップです。2023年1月の ESP32PO は ESP32 の代名詞ともいえる Wi-Fi と Bluetooth をあえて搭載しませんでした。高性能ディスプレイ制御やエッジコンピューティングに特化し、無線通信が必要なら他の ESP32 チップを組み合わせて使う。すべてを一つに詰め込むのではなく、用途に応じて最適な組み合わせを選べる設計思想です。2024年には ESP32C5 で初のデュアルバンド Wi-Fi6 に対応しました。2.4GHz と 5GHz 両方の周波数帯を使えるようになっています。注目すべきは2021年に発表された Matter への対応です。Matter とは Apple、Google、Amazon、Samsung など大手テック企業が共同で策定したスマートホームの統一規格です。それまでスマートホーム機器はメーカーごとに異なる通信方式を使っていたため、相互に接続するのが難しいという問題がありました。Matter はその壁を壊す規格であり、ESP32C6 や ESP32H2 は Matter に完全対応しています。さらに2025年3月、ESP32C6 が RISC-V アーキテクチャとして初めて PSA サーティファイドレベル2を取得しました。PSA サーティファイドとは ARM 社が策定した IoT セキュリティの国際認証です。オープンソースの CPU 設計でも最高レベルのセキュリティを実現できることを証明したのです。
初代 ESP32 の登場から8年、一つのチップから始まった物語は多様なニーズに応える製品ファミリーへと成長しました。2017年12月、エスプレッシフは累計1億個のチップ出荷を達成しました。そして2023年9月、累計10億個を突破します。直近1年間で2億個、3年後には20億個を見込むと発表しています。2019年7月にはエスプレッシフは上海証券取引所のスターマーケットに上場を果たしました。スターマーケットは中国版ナスダックとも呼ばれるハイテク企業向けの市場です。IPO で12億元、当時の為替で約180億円を調達。長栄ハイテクパークの小さなオフィスから始まった会社はグローバルな上場企業になりました。現在エスプレッシフは中国、シンガポール、チェコ、ブラジル、インドの5カ国に8つの研究開発センターを展開しています。従業員数は600人以上で、そのうち 77% が研究開発に従事しています。テオ個人も高い評価を受けています。2023年にはシンガポール工学アカデミーのフェローに選出。2021年にはフォーブスのシンガポール富豪50人に純資産15億5000万ドル、約2400億円でランクインしました。シンガポール外務大臣ビビアン・バラクリシナンは ESP8266 を伝説的と評しています。しかし2400億円の資産を持つ CEO の日常はシリコンバレーの典型的な経営者とは異なります。今も現場の最前線にいますよ。測定も回路設計もあらゆることをこなす。それがたまらなく好きなんです。テオは2024年のインタビューでこう語っています。48歳になった今も作業時間の 15% を自らのコーディングに充てているそうです。エスプレッシフでは創業時からマネージャーや取締役も管理業務に加えてコーディングを行うことが期待されています。2024年4月、エスプレッシフは ESP32 ベースの開発ボードで知られる M5 スタックの過半数株式を取得しました。チップ、開発フレームワーク、そして使いやすいハードウェアモジュールまで垂直統合されたエコシステムの完成です。テオは公式サイトの CEO レターにこう書いています。私はよくエスプレッシフのメンバーに芸術家の視点から技術を開発する必要があると言っています。創造的であり、大胆であり、独創的であること。単に他と差別化したいからではなく、人々が重要だと感じるもの、人々に利益をもたらすものを創造する必要があるからです。半導体メーカーの CEO が芸術家の視点を語る。それ自体がエスプレッシフという会社の本質を表しています。テオはこんな例えを使います。インターネットは脊椎であり、我々は神経系を構築している。脊椎は一本の太い柱です。しかし生き物が世界を感じ取り、手足を動かすには、体中に張り巡らされた無数の神経が必要です。ESP32 はその神経の一本一本にあたる存在かもしれません。目に見えない場所で世界中のデバイスに静かに確実に信号を届けている。2008年に上海で一人の会社を始めたエンジニアが目指したのは、技術を特権ではなく誰もが手に取れるものにすること。すべてのものがインターネットに接続されると信じた青年は3ドルのチップでその未来を現実にしました。10億個は一つの到達点に過ぎません。フルーガルエンジニアリング、オープンソース、技術の民主化。テオが2008年に掲げた信念は今も一つ一つのチップに刻まれ続けています。エスプレッシフは次の10億個に約3年で届くと見込んでいます。世界中に張り巡らせた神経系はまだ伸び続けています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンではハードウェア開発やデジタルファブリケーションの最前線を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトでご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。